ニアが来て50週間が経過しました。ニアのアレルギー症状の治療が始まって4週間が経過し、今は抗生物質の投与を止めて1週間が経過したところです。幸いアレルギー反応がぶり返すことはありませんでしたが、ニアは首の後ろのしこり部分にかゆみがあるのか、後ろ足でポリポリとかいてしまうので、症状の回復は停滞気味になっています。さて、今週はまたニアの脱走事件が起きてしまいました。いつものように朝のジョギングをしていたら、前方からワンちゃんを連れたおばちゃまがニアに声をかけてくれたので、食べ物のことや運動量などの話をしていたら、ニアが興奮して逃げようとしたので、引き止めようとリードを引っ張ったらハーネスごと外れてしまい、裸状態になったニアが逃げ出してしまいました。ニアが逃げ出したのは裏道的な車通りの少ない場所で、早朝だったこともあり、車通りはそこまで多くありませんでした。ただ1台のワゴン車が来てしまっていたので、慌てて車に止まるようにお願いをして、ニアを隅に追い込んだり、抱っこをしようとする仕草を見せたりして、5分ぐらいの格闘の末、なんとか抱っこすることができました。抱っこをしながら慌ててハーネスをつけて事なきを得ることができました。事件後、ハーネスを調整して外れにくくしようと思いましたが、ニアの頭と首の太さがほぼ同じくらいなので固定しきれずに抜けてしまいます。そこでペットショップに行って脱走防止用のアイテムを探してみます。脱走事件が起きた当日、ペットプラスアクアシティを台場店にニアの脱走防止用品を探しに来ました。イメージとしては首、胸、腰の3箇所を固定できるハーネスか、太さを自在に変えられる首輪を狙ってみます。そして購入したのがこちらのワンちゃん用のパン菓子みたいなおやつです。ハーネスじゃないんかいという怒号が聞こえますが、ニアがしきりに気にしていたので買ってしまいました。今度こそ脱走防止用に買ったのは、リードを引っ張ると太さを調整できる首輪です。想定ではニアの首に装着するのではなく、ベルトのように腰につけてハーネスとリードと一緒に固定して利用する作戦です。こうすることでニアと綱引き状態になって、ハーネスが外れそうになっても腰につけた首輪がリードに引っ張られて細くなることで外れなくなると考えたわけです。実際に装着した状態はこちらです。なんか物々しい感じになってしまいましたが、ニアがまた脱走して交通事故になることを考えれば格好なんてどうでもよいです。週明けの散歩からはこのような状態で挑むことになりますが、油断はせずにしっかりとニアの安全を確保しつつ楽しく散歩をしていこうと思います。イタグレを飼っている皆さんもどうか脱走にはご注意ください。そしてこんな方法もあるよというご意見があればぜひ教えてください。ちなみにペットプラスアクアシティお台場店で同じくイタグレを飼っている人と出会ったので、立ち話的に今回の話をしてみました。するとやはりその方も同じように何回か脱走事件があったようで、ハーネスはベルトが3段になっているハンターのハーネスを使うようになって脱走を心配することがなくなったとおっしゃっていました。ぜひこれからイタグレを飼う予定のある方は参考にしてみてください。引き続きこんなテンションで動画を作っていきますので、少しでもほっこりしたらチャンネル登録と高評価をお願いします。